いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回はイイダコを解説いたします。地域にもよりますが、夏の終わりから冬にかけてイイダコ釣りの時期となってきます。この時期は初夏、岸からでも数釣りができるので、シーズン中は多くの釣り人がイイダコ釣りを楽しまれます。この動画をご覧になられている方の中には、実際にイイダコ釣りをしたいけどやり方がわからないと思われている方もいらっしゃると思います。しかし、イイダコの釣り方は至ってシンプルで簡単なので、初心者の方でも始めやすい釣りと思います。今回の動画でイイダコの特徴からどのような釣り方があるのかなどを解説いたします。最後までよろしくお願いいたします。重要なポイントは次の5つになります。タコとしては非常に小型。産卵期は冬から春。タコ壺や貝殻に隠れる。堤防や小磯で楽しめる。食味の旬は夏。タコとしては非常に小型について、イイダコ、八湾啓目、マダコ科、マダコ属、別名、子持ちダコ、石ダコ、貝ダコ、八湾啓目、マダコ科、マダコ属に分類される小型のタコ、北海道南部より南の沿岸域から朝鮮半島南部、中国の沿岸の浅海に生息しています。体表は低いイボ状の突起で覆われています。体色は茶褐色ですが、周囲の環境によって変化します。また、興奮すると胴、俗に頭と言われる部分や足に黒い渋滞模様が現れます。最大でも同長 15cm ほどで、タコとしては非常に小型です。腕の長さはほぼ頭長で、吸盤が2列に並んでいます。マダコの子と似ていますが、足の付け根の部分に金色の環状紋が2つあることで区別できます。産卵期は冬から春について、水深10メートルほどまでの内湾で岩礁や石が点在する砂泥底に生息しています。昼間は石の隙間やアマモ場に住みますが、大きな二枚貝の殻や空き瓶などに住んでいることもあります。夜になると海底を移動しながら餌を探し、甲殻類、多毛類、貝類などの低生生物を捕食します。また、日中でも目の前に餌があれば積極的に捕食するため、明るい時間帯でも十分に釣ることができます。産卵期は2月から5月と考えられていましたが、最近の研究から東京湾では12月、1月を除くほぼ周年産卵することが判明してきました。石の間などに長さ 4mm から 8mm 程度の半透明の卵を200個から600個ほど産みます。卵の大きさはマダコのものよりも大きくなります。産卵後は卵のそばでメスが見守って保護します。そして40日から50日ほどで孵化すると、ほとんどのメスは死んでしまいます。子は孵化直後でもすぐに 1cm ほどの大きさで吸盤もあり、そのまま低生生活を始めます。寿命は約1年とされています。タコ壺や貝殻に隠れるについて、英名のオシレイトとはラテン語で目のような模様があるという意味で、足の付け根の紋を指しての命名です。和名のイイダコは胴の内部にぎっしり詰まった卵が飯粒のように見えることから、またその卵の食感がご飯のようだからとも言われています。沿岸の浅海に生息するため、古代より食用として漁獲されており、弥生時代や古墳時代の地層からイイダコ漁のためのものと思われる小型のタコ壺が出土しています。現代は底引き網による漁獲がほとんどですが、瀬戸内海沿岸などではタコ壺や貝殻に隠れるという習性を利用した二枚貝を使った仕掛けで捕獲しているところもあります。堤防や小磯で楽しめるについて、東京湾のバンズ沖や富津沖では乗り合い船によるイイダコ釣りが人気です。水深10メートル足らずの浅場でライトタックルでの釣りとなるため、家族連れやカップルなどで楽しむ姿も多いです。また、エリアによっては堤防や小磯などからのおかっぱりでイイダコ釣りを楽しむことができます。天矢釣り、イイダコは貝に似た白いものに飛びつく習性があり、これを利用したのが天矢で釣る方法です。付け餌に白いラッキョウを使うことが特徴と言えます。イイダコ釣りの専用竿はないため、穂先が柔らかめのシロギス竿やイカダ竿などを流用すると良いです。
穂先の硬い竿では、イイダコが天矢に乗った時の微妙な当たり、タコが抱きついた重みがわからないので注意しましょう。道糸、竿、リールから来るメインの糸は感度に優れる PE ラインを使用します。先端に電車結びなどでフロロカーボンの先糸をつけておくと糸さばきが良くなります。天矢にセットするらっきょうは船宿で入手することもできます。天矢は一度着底させ、重りが海底から離れないように軽くこづいて誘うのが基本です。イイダコが乗るとじわりとした感触が竿に伝わってくるので、一定の速度でリールを巻けば OK です。すって釣り。最近は天矢の代わりにすって、イカ釣り用の疑似エバリの一種を使わせる乗り合い船も増えてきました。ただし、小型のイイダコまで釣れてしまうため、資源保護のためにすっての使用を禁止しているエリアもあります。あらかじめ船宿に確認しておきましょう。すってのサイズは 6cm 前後が目安です。セット方法は中通し重りを介した誘導仕掛けのほか、捨て重り、切れてもいいように重りの上に細めの糸を結ぶ仕様でセットする方法もあります。投げ天矢釣り。東京湾では乗り合い船で楽しめるイイダコ釣りですが、全国的にはイイダコは堤防や海岸から釣るのが人気です。仕掛けは投げ釣り専用のイイダコ天矢やすってを使用します。すってを使う場合は回転性能に優れるローリングスナップサルカンを介して5号から10号の重りをセットすると良いです。初は岸からの釣りの場合、イイダコは毎年同じ場所へ接岸すると言われています。まずは昨年イイダコがよく釣れたポイントを調べてみましょう。ただし実績ポイントは釣り人も多く訪れます。擦れてしまって釣れない場合もありますので、その周辺などをポイント開拓をしてみるのも重要です。釣り方はズル引きが有効です。仕掛けをボトム、底まで沈め、ずるずるとゆっくり巻いて止めるを繰り返すだけで OK です。ズル引きで当たりがない場合は、ちょんちょんと竿先を軽く動かし、アピールさせることも有効です。仕掛けのカラーを変えたり、動きを止める時間を長くするなど、その日の当たりパターンを見つけることが重要です。イイダコが仕掛けに抱きつくと抵抗が強くなり、ロッドに重みが伝わってきます。イイダコの当たりはかなり分かりづらいので、少しでも違和感を感じたり、重いかなと思ったら合わせを入れてみましょう。イカの仕掛けと同様に、イイダコ専用のエギやすっての針にも返しがついていません。イイダコがヒットしたらラインを緩めず一定のスピードで巻くことでバラシを防ぐことができます。食味の旬は夏について。食味の旬は夏場ですが、冬の胴の内部に卵を抱えたメスも珍重されます。栄養的にも低カロリーでミネラルやビタミンなどのバランスも良く、血圧やコレステロール値を下げる働きをすると言われているタウリンが豊富に含まれています。独特のぬめりがあるので、胴内部の墨袋を取り除いてから塩で揉み、水洗いした後にさっと茹でてから食しましょう。茹でたものをそのままわさび醤油や生姜醤油、酢味噌でいただくほか、おでん種、煮物、唐揚げ、バター焼き、タコ飯などが美味しいです。今回のまとめです。タコとしては非常に小型。産卵期は冬から春。タコ壺や貝殻に隠れる。堤防や小磯で楽しめる。食味の旬は夏。今回の授業は以上となります。イイダコの授業がイイダコ釣りにおける超過アップの手助けに少しでもなれば嬉しいです。Web3.0 時代に先駆けて Discord を使った新たな釣りコミュニティ、釣りシティを作っていました。釣り人が集まる仮想都市を目指しております。ジャンル問わず釣り好き同士で一つの街が作れたら楽しそうと思いやっています。登録方法は招待リンクを説明欄に貼っておりますので、そこからお入りください。これから主流になると言われている Discord に興味がある方がいらっしゃいましたら、一緒に勉強していきましょう。釣りって学べるは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。釣りって学べるは、今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、
状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。この動画がいいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。